高速の中で楽しめるような雰囲気のメイクを紹介したいなと思って今日は持ってきました。こんにちは、紅林はるかです。普段はキャラの読者モデルとして活動しています。今回は私が昔実際にやっていた学生風メイクを紹介したいと思います。それではレッツスタート。まずはダナレインボーというカラコンを入れていきます。直径は 14.5mm、 カラーはなんかレインボーなんですけどベースがパープルです。めっちゃ発色良くて綺麗なグラデーションになったので黒髪にはかなり合うかなと思います。あと今回学生メイクでちょっと薄めなので14.5mm の縁なしを選びました。そして次に使ったのがマイハラの CC クリームです。これはいつものですね。これ1本で日焼け止めもできるし、あとくすみとかもカバーできるのでかなり重宝しています。そして次がカリプソのマジックコンシーラーサーモンベージュを塗っていきます。塗る箇所は目の下と鼻の際、あと眉毛を今回全剃りしてるので眉毛を毛穴隠しにトントンと叩いて使っています。全体的に影になりやすいところに塗っていくのがポイントです。で仕上げにパウダーを塗っていきます。パウダーは AC ハイカバーマットパウダー、色はピュアスノースキンというカラーです。ほぼ無色に近いんですけれどもうっすらとこの CC のベタつきを抑えるような感じでまんべんなくはたいていきました。全体的にもう学生メイクは色を落としてなるべくマットに仕上げていくのがポイントなのでこれで平らに仕上げていきました。次にウィッグをかぶっていきます。かぶったのはエアリーボブのアジアンブラックの前髪をかなりギザギザに切ってアレンジしたものになります。後からまた調整していくのでとりあえずこのままかぶって続けていきます。次にアイラインを引いていきます。使ったのはペンシルタイプのアイライナーで100円ショップシルクで売ってました。アイライナーペンシルって書いてあります。色はブラックです。これを目の際に塗っていくんですが塗る時にかなり変なところについてしまうことがあるので、まずは眉毛のあたりをピッと軽く上に持ち上げてまぶたをちょっと上げてから内側にこうやって引いていくと引きやすいです。で全体的に真ん中から塗っていって目尻濃いめに塗ってあとは目頭側にちょっと薄めに気持ち程度引いていきました。で、内側の粘膜が引けたら今度は真ん中から後半の方はまつげの生え際をちょっとだけ埋めていきます。あんまり太く引きすぎるとちょっとなんかけばくなってしまうのでそうならないようにちょっとずつポンポンポンと置いてから伸ばしたりとかぼかしたりとかしてうまいこと引いていきます。次にビューラーでまつげを上げていきます。使ったビューラーは100円ショップ同じくシルクのものでこれこだわりないので何でもいいんですけれども上げる時にまずは根元でギューッと3秒ぐらい押して次に中間を押していきます。で中間挟んで、2秒ぐらいキュッキュッてやったら今度は毛先の方を気持ちチュッてやって完成って感じです。3段階ぐらいにいつも分けてまつげを挟んでいます。で全体的に1回ではカールしなかったりするので今度は目尻重点的にとか目頭重点的にとか角度を変えてやるとかなり綺麗に上がっていきます。次にマスカラを塗っていきます。使ったのはマジョリカマジョルカラッシュエキスパンダーロングロングロングというとにかく伸びるマスカラです。これ学生の時からかなり愛用してたんですけれどもマジで綺麗に伸びるんですよ。なんで繊維をこうなるべく伸ばしていく感じでギザギザしながらとかまっすぐ伸ばしていってとか何度か分けて塗り重ねていきました。でポイントとしては何度も塗っていくと束感が出てちょっと毛先の方が絡んだりするのでそうならないようにうまくこうギザギザしながら溶かしていくようなイメージで塗っていくと良いと思います。次に下まつげを塗っていきます。塗る前にまたビューラーをするんですが挟む時にまず上まつげを挟む時ってビューラーこう持つと思うんですけれどもこれを反対にして持つんですよ。
ちょっと下向いてほっぺとかこうやって下に下げて引っ張りながら下まつげに当てて、でこれ見たりすると結構難しいので逆に見ないんで、こうノールックでこの辺かなと思ったら挟んで、でこれ下まぶた挟むと超痛いので軽く挟んでみて、これまつげ掴んでますねって思ったらその場でちょっとキュッと力を入れて2秒ぐらいですかね、キュッキュッと挟んだら、今度は毛先を挟むようにずらしてキュッと軽く挟んであげるとうまくカールしてバッチリお目目になると思います。これなんか高校生の時結構よくやってたんですけど、あんまり見ないでしたね。はいすごく綺麗に仕上がりますよ。上手にカールできたらまたマスカラを塗っていきます。上と同じくマジョリカのロングを使って下も塗っていきました。下はあんまり伸ばしすぎるとなんかよくわかんない食虫植物みたいになるので、そんなに塗り重ねなくて2度塗りぐらいで綺麗に伸ばしていただければなと思います。で目頭側よりも目尻側を重点的に伸ばすと可愛く丸めに仕上がります。次に眉毛を描いていきます。眉毛は100円ショップで買ったオートマティックアイブロウペンシルのグレーを使いました。これもシルクで買いました。グレーなら何でも大丈夫です。なんか私基本黒髪にはいつもグレーを使ってたのでこの色で描いていきます。描くときは目頭側からちょっと角度を上げて30度ぐらい角度を上げて三角形になるようにシュッシュッシュッみたいな感じイメージで描いていきます。で外を縁取ってその後中塗ってで軽く隙間を開けながらシュシュシュって埋めてったら裏側のブラシでぼかしていきます。あんまり濃く描きすぎると後から修正効かなくなるんで、ほんと軽く当たりつけながら描いていくのがポイントです。で三角描けたら今度はそこの延長で眉毛の角度をキュッと上げてから目の終わりぐらいのところで山を折って下に下げていきます。そうすると綺麗なへの字眉毛ができるかと思います。同じく反対側も綺麗に埋めていきます。ポイントとして自分の利き手の反対側から描き始めると後から利き手側で修正しながら合わせて描くことができるので、反対側から始めるのがおすすめです。そして仕上げにマジョリカのジュエリングペンシル白を使って涙袋にキラキラを入れていきます。これも中高生の時超定番だったんですけどめっちゃ綺麗に発色するんですよ。で白なんですけどラメが入っているので目玉の白目の部分をちょっと綺麗に反射させることができておすすめの白です。なんで下まぶたをまたちょっと下に引っ張って自分の目頭から目の際半分ぐらいまで塗っていくのがポイントです。この時にあまり広い範囲塗りすぎてしまうとなんかあんまり可愛くないので、なるべく際のところにチュチュチュッと一直線で描いていくのがポイントです。仕上げにリップを塗っていきます。リップは Q パレットのラスティングリップティントマキシプラスです。カラーは確か赤だったと思います。なんですけどあんまり濃くつかないのでナチュラルにするときはとてもおすすめのグロスです。これをリップの全体に塗っていきます。上はちょっと山を描くような感じで塗って下は下唇オーバーリップ気味に塗ると可愛く仕上がると思います。最後にウィッグを仕上げていきます。襟足の部分はちょっとだけ外羽にしました。そして、襟足は後ろに残してて、あと耳出して耳より前ですね、前髪のサイドの毛は綺麗にピシッとストレートかけました。ここでなんかストレートかけることで顔の周りがちょっとシュッとして見えるかなと思います。あとは前髪ですね。もともと眉上のパッツンだったんですけど、それを縦にハサミを入れることでザクザクに仕上げていきました。あとはサイドと前髪をつなげるためにちょっとアーチっぽく切っていって、そこもまたザクザク縦に切っていったのでかなりボリュームが下がってるかなと思います。で、前髪はピンを留めました。これ黒ピンなんですけどなんか
100均とかでカラーのアメピンとかがあったりしたら、そういうのつけるのも可愛いかと思います。私は高校生とか中学生の時よくこういうピンを前髪につけていました。すごく地味なんですけど可愛くてちょっとおしゃれかなと思います。でそこまでできたら仕上げでブラシを使ってちょっと逆毛を立てていきました。その髪の毛の上の部分全体を3分の1ぐらいに分けて、その上の部分をキュッとまとめてブラシでガガガッと逆毛を立てて、でかなりボリュームをつけることができたら慣らして、そのさらに上辺だけをきれいに溶かしていくとちょっとボリュームが上がってふわっと仕上がるので、後頭部、サイドでその間みたいな感じで5箇所ぐらいかな、いつも持ってましたね。ボリュームなくなってきたらまたこうやって一生懸命逆毛して綺麗に溶かしてみたいな感じで仕上げてました。はい、というわけで黒髪で学生風メイクを紹介しました。いかがでしたでしょうか。メイクのポイントはあんまりアイラインをがっつり引きすぎないことです。キャバくなってしまうと学生風とちょっとかけ離れてしまうので、あくまで高速の中で楽しめるような雰囲気のメイクを紹介したいなと思って今日は持ってきました。いかがでしたでしょうか。今日は学生風メイクに合わせてちょっと服装も学生っぽくしてみました。じゃじゃーん。まずね、私これ実際高校生の時使ってたネクタイなんです。すごくないですか。物持ちよすぎてまだ持ってるんですけど、これセックスポットのネクタイですね。で実際なんか放課後とか、私の制服実際リボンだったんですけど、それを付け替えてネクタイにしたり、あとはなんかこういうの流行ってませんでした？高速の中でセーフなやつ黒とか紺のヘアゴムを手首につけてたりとか、あとなんか地味な指輪ですね。こういうので私も学生生活楽しんでました。他のメイクもたくさん上がっているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それではバイバーイ。